もしあなたが今年特定口座の損失を埋めるために、あるいは配当金の税金を取り戻すために確定申告をしようとしているなら、一度冷静に計算し直してください。たった数万円の税金を取り戻した代償として、あなたの来年の健康保険料に思わぬ負担増という形で大きな悪影響を及ぼす場合があります。あなたは最近、新NISAや特定口座での運用が順調で、証券口座の増えていく数字を見て、老後への備えは万全だと安心しきっていたかもしれません。特定口座の源泉徴収ありを選んでいるから、面倒な手続きも不要だし、税金は自動で引かれているから何も問題ない。そう確信して完全に油断していませんか？しかしある日、ポストに届いた市区町村からの見慣れない封筒、健康保険料の決定通知書を開けた瞬間、あなたは自分の目を疑うことになります。そこに印字されているのは、去年とは明らかに違う理不尽なまでに跳ね上がった請求額です。暴落のリスクに耐え、日々の生活費を切り詰めてコツコツと積み上げたあなたの利益が、社会保険料の増額という形で事務的にむしり取られていくのです。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今日お話しするのは、相場の暴落よりもはるかに恐ろしいかもしれない、そしてあなたの資産を削り取る日本の残酷な制度についてです。今の制度が続くはずだ、特定口座だから自分は安全だという現状維持バイアス、そして税金が戻ってくるなら申告した方がお得だという、その浅はかな損得感情、この2つの脳のバグを放置していると、あなたは制度という巨大なシステムに飲み込まれ、国にとって一番都合の良いただの資金の供給源として扱われてしまいます。今日は一般にはあまり知られていない特定口座の正しい出口戦略と、手取りを最大化するための防衛術をどこよりも分かりやすくお伝えします。さらに動画の最後には、あなたの資産を今日から守り抜くための防衛チェックリストを用意しました。一文字も逃さず心に刻んでください。それでは本日の公開へ出航します。なぜ税金を払っているはずの投資家が社会保険料という別ルートからさらなる追い打ちをかけられるのでしょうか。その正体は、医療・介護保険における負担への金融所得の反映が国で議論検討されていることです。多くの人が信じている特定口座源泉徴収ありという安全神話、確かに所得税と住民税についてはこの口座の中で完結します。しかしある一定の境界線を越えた瞬間に、あなたの血の滲むような金融所得は健康保険料の算定基礎へと強制的に引きずり出される場合があります。これは利便性という名の甘い罠です。表向きは確定申告不要という便利な着ぐるみですが、一方制度の複雑な迷路に足を踏み入れれば、そのシステムはあなたの大切な資産を音もなく吸い上げる装置へと変貌します。想像してみてください。あなたは配当金の源泉分離課税を受けた後、配当控除を受ければ所得税が還付されるというネットの浅い情報を信じてしまいました。数万円の還付金が戻ってきて、あなたは自分の賢さに満足したかもしれません。しかし数ヶ月後、その安易な決断の代償が牙を剥きます。確定申告をしたことで、あなたの金融所得はこれまで見えていなかった自治体の知るところとなり、合計所得金額に合算されます。その結果、健康保険料が年間で30万円も跳ね上がったとしたら、あなたはその数万円の還付金を笑って受け取れますか？これは決して煽りでも作り話でもありません。今この瞬間も日本中の真面目な投資家を襲っているあまりに残酷な実話なのです。計算ミスではありません。
法律に基づいた極めて事務的な収奪です。あなたがどれだけ汗水垂らして暴落の恐怖に耐えながら新NISAの枠を埋めてきたとしても、制度の設計者はあなたの努力など見ていません。付加対象という名のただの数字です。脳が国は公平なはずだと叫んでも、現実の数字は非常なまでにあなたの将来の自由を削り取っていきます。この制度を直視せずに資産形成を語ることは不可能なのです。ここで行動経済学の視点からこの逃れられない不条理を解剖しましょう。制度という巨大な歯車の前では、個人の積み上げてきたストーリーは完全に没個性化されます。あなたがどんな思いでその100万円を貯めたのか、家族のためにどれだけ贅沢を我慢してきたのか、市区町村の算定システムにとってはそんなことは一切考慮の対象外です。システムはただのフラグで動きます。申告ありなら徴収ランクを上げる。申告なしなら現状を維持する。この冷徹なデジタルなスイッチによって、あなたの人生の数年分の努力が一瞬で無効化されるのです。この没個性化の真の恐怖は、国という巨大な権威の後ろに隠れて、誰一人責任を負うことなく、納付書という名の宣告が送りつけられることです。そして私たちは、みんな払っているから、決まったことだから、という思考停止の檻に閉じ込められたまま、奪われる痛みに耐えることに慣れてしまう。でも、よく考えてください。市場の一時的な下落には、あれほど狼狽するのに、制度によって確実に奪われる損失には、なぜこれほどまでに無関心でいられるのでしょうか。収奪があまりに静かに行われるからです。派手な演出も衝撃もありません。ただポストに一通の紙が届くだけです。この日常に自体した絶望こそが、あなたの資産形成を根底から腐らせる真の天敵なのです。新NISAで非課税になったからもう安心だ。もしそう思っているなら、それもまた危険な油断です。確かに今の現時点でのルールでは、NISA内の利益は社会保険料の対象外です。国は医療、介護保険における負担への金融所得の反映を議論、検討しています。マイナンバーと証券口座が完全に紐ついた今、国はマイナンバーや法定調書を通じて金融所得を把握しやすい仕組み作りを進めようとしています。ある日突然、NISAの売却益も負担能力の判定に含めます。と、ルールが上書きされたらどうしますか。これが制度による収奪の真の恐ろしさです。株価の暴落なら回復する希望があります。しかし、制度による合法的な没収に回復はありません。奪われた金は二度と手元には戻ってこないのです。常に最悪のシナリオを想定し、自分自身の知性の中に防衛線を張り続けなければなりません。残酷な制度を隅々まで理解すれば、そこには合法的な防衛の隙間が存在します。磨くべきなのは相場眼ではありません。制度の裏側を読み解く知性の盾です。最強の資産防衛。その一歩目は合計所得金額という言葉の本当の意味を知ることです。所得税、住民税、健康保険料。これらは似ているようで、全く異なる基準で計算されています。真面目な投資家がハマる罠は、所得税が安くなるなら申告した方が得だ。という浅すぎる損得感情です。健康保険料の算定に使われる合計所得金額には、あなたが良かれと思って申告したすべての所得が含まれます。ここで重要なのが、特定口座、源泉徴収ありが持つ究極の守護能力です。申告不要制度を選んで表に出さない限り、その所得は健康保険料の算定に反映されない構造になっています。この武器を最強の出口戦略として使うのです。
数万円の還付金を追いかけて、本来、役所から見えない場所で守られていた資産を、自ら役所の算定システムに差し出す行為が、どれほど危険な武装解除か、今一度、冷静に判断しなければなりません。50代にとって、最も警戒すべき急所があります。扶養に入っている配偶者などが、利益を不用意に申告したことで、扶養の収入要件の壁を越えてしまう。健康保険の扶養から外れ、配偶者であれば、国民年金の負担も発生し得ます。あなたが何の対策も立てずに、総額された社会保険料を計上し続けたとしたら、その失われる真の代償を計算したことがありますか？年間30万円の保険料増額が15年続けば、本来その金が生み出すはずだった複利の果実を含めれば、あなたの老後資産から約650万円が跡形もなく消え去っている計算になるのです。無計画に高級車を買って身を滅ぼす他者を笑うのは簡単です。しかし、制度を知らずに保険料をむしり取られる人も同じ扱いやすい養分なのです。そんな搾取されるだけの広範性を受け入れられますか？これは小手先の節税の話ではありません。国が仕掛けた複雑なパズルを解き明かし、手元に残る現金を1円でも多く守り抜くための終わりのない知的な防衛戦なのです。権威ある国ざ決めたことだから従うという従順さと思考停止こそが最大の敵です。誰かの知識ではなく、自分の家族を守り抜くための武器を今日この場で手に入れてください。制度の恐怖と防衛の重要性を理解したあなたに、資産を守り抜くための最強要点チェックリストをお伝えします。一つ目、特定口座、源泉徴収ありの防壁を自ら崩さないでください。申告不要制度を選んで表に出さない限り、あなたの投資利益は健康保険料の算定に反映されません。目の前の雨玉還付金につられて安易に申告をクリックしないこと。これがあなたを守る第一の鉄則です。二つ目、合計所得金額のデッドラインを把握してください。所得税の還付を求めて確定申告をして良いのは、申告しても保険料のランクが1ミリも変わらない、その確信がある時だけです。三つ目、繰越控除のトラップに注意してください。所得税を還付させ、譲渡損失を繰り越すために確定申告をした。所得税は還付されたが、申告した所得によって社会保険料が増額されたという逆転現象は、シミュレーションなしに役所へ報告に行ってはいけません。4つ目、新NISAの聖域を戦略的に使うことです。NISA口座内の売却益や配当、分配金は、現在の法制度では社会保険料に影響しません。特定口座の出口戦略を書き直してください。5つ目、国という巨大なシステムを常に疑う力を持つことです。源泉徴収ありだから安心という思考停止こそが人生で最も高い月額コストになるのです。これらの要点を深く心に刻んでください。資産形成の真の目的は数字を積み上げることではありません。あなたと大切な家族がどんな不条理な変化の前でも笑って自由に生きるための選択肢を持ち続けることです。常識を疑い、本物の資産防衛の舵を自分自身で切り、自らの知性という羅針盤を頼りに進むのです。今日、自分も危ないと気づいた方、コメント欄であなたの決意を聞かせてください。搾取されるだけの養分にはならない。自分の資産は自分の知性で守り抜く。その強い言葉が新しい航海の号砲になります。ぜひ、チャンネル登録と高評価でこの船に乗り込んでください。残酷な制度の裏をかき、真の自由への航路を突き進んでいきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。